ゃなくてどうもこんにちは。ちいさらです。下手にイタリア気取りしてたら怒られたのでほどほどにしときます。文化を尊重することは大事ですからね。あ、どうも秘書です。さて、それはともかく今回もイタリアを使って世界を地獄にしていくわけですが。君、イタリアを一体何だと思っているんだ？親愛なるブーチェ。残念ながらその発言はブーメランです。まるで国家を私物化するような蛮行の数々。二人ともイタリアのガンなので何言っても無駄です。諦めてください。それでは、今回も始めていきましょう。レッツラゴー。さて、今回はいよいよロシアとの戦争に向けて動いていこうと思います。いくら弱体化したとはいえ、ソビエト軍を引き継いだだけあってその軍事力は侮れません。ということで、今回はわかりやすい現在の欧州の勢力図を見ながら作戦の説明をしていきます。まあ見ればわかると思いますが、緑がイタリアの現在の領土、赤がロシアの領土です。ピンクはロシアと軍事同盟を結んでいる国になります。双方の軍事力としては、ロシア側が190師団、その同盟国が50師団ほど、対する我々は180師団程度となっております。まあ要は数字の上では負けています。これをどうにかして覆すために作戦を練るわけですね。ついでに我々は予備の装備品が少ないので、長期戦となると補給が追いつかなくなることがほぼ確定しているわけですし。というわけで、今回は速攻でロシアを落とすためのプランニングをしていきます。ということで今回の戦力配置ですが、こんな感じにします。まあ注目すべきはロシアとの国境に戦車部隊120師団を用意した点ですね。まあ、ここまで来ると作戦は単純明快。戦車で一気に敵領土へ侵攻し、敵の戦線を崩壊させます。というのは机上の空論なわけですよ。まあそれをするのが私の仕事ですけどね。実際にやってみて失敗した、じゃ許されないわけですけど。それでもやってみないとわかりません。ということで2011年4月、ロシアに宣戦布告。アメリカと約束は2010年まででしたけど、まあ2010年度ってことで。作戦通り、まずはロシア方面の進軍を開始。ここでこけたら終わりですけど、うまくいきましたね。我々イタリア軍はロシア軍に対し圧倒的優勢を維持しながら進軍中。初動は完璧ですね。とはいえさっきも言った通り我々は予備の装備が足りていません。すぐに落とせないとどっかのドイツ軍みたいになります。ロシアの冬はヒトラーもナポレオンも攻略できなかった。果たして我々はどうなるかな。まあそもそも冬まで物資が持たないので冬に突入したらその時点で負けです。まあ、ヒトラーもナポレオンもそう言って結局冬までに終わらなかったんだがな。でもまあ見てくださいよこの進軍速度。1月期以内にモスクワ近郊まで迫ってますよ。我々が徹底して軍隊の機械化をしておいたおかげで、敵が撤退するよりも速い速度で進軍できているみたいです。ということで早くも、南部の敵を孤立させることに成功しました。孤立した軍を殲滅することで戦力差を決定的なものにします。孤立した軍の方々はおとなしく降伏してくださいね。もちろん捕虜として丁重に扱いますから。おいおい、裏がありそうな言い方はやめるんだ。インターネットが普及した21世紀、さすがに捕虜は国際法にのっとって扱わないとすぐバレるぞ。まあ、それもそうですね。全く残念な。じゃなかった。いい世の中になりましたね。この人ただの秘書なのになんでこんなに独裁者っぽいんですかね。そんなこと独裁者に聞かれてもわからねえよ。さて、開戦から1月期ちょい。南部は包囲網の縮小に成功。北部はすでにモスクワを勢力下に収めました。南部に軍を包囲したためにロシア側は北部の前線を支えるだけの軍隊が確保できず、ちょくちょく前線に穴がありますね。そして地味にできていたもう一つの戦線、ベラルーシ。こちらはベラルーシの軍隊が抵抗を続けている不厄介ですね。そんなベラルーシも無事陥落。これで戦線を一つ減らせました。ここまででまだ開戦から2月期しか経っていません。これなら冬には間に合いそうですね。ということで6月末まで経ちました。ロシア軍はすでにその数を30師団程度まで減らしていますね。我が軍の進軍が早すぎて撤退が追いつかなかった部隊、包囲殲滅された部隊、まあともかく敵軍は壊滅したも同然ですね。そんなこんなで2011年8月、ロシアの降伏によって戦争終了。見事冬までに終わりましたね。ロシアさん、大祖国戦争3度目にして敗北した模様。敵の撤退を許さなかったことが今回の勝因ですかね。
ということで今回の戦争も我々の圧倒的勝利で終わり、ロシアは南の一部地域を除いて傀儡化させました。さて、これで我々が世界のパワーバランスを動かす存在になったわけですが、この後波動するんですか？それに関してですが、そろそろ本気でローマ帝国を再興させる、というの波動だろうか。我々が欧州の覇者となるのだ。もうすでに覇者みたいなものじゃないですか？いや、私が目指すのは地中海や欧州大陸の全てを支配する帝国。ロシア征服を成し遂げた私にならできるはずだ。しかしそうなると NATO との全面戦争は避けられませんよ。フランス、ドイツ、イギリス、そしてアメリカまで敵に回すことになります。って、勝算はあるのかい？自分から提案しておいて結局そこは人任せなんですか？まあ、その戦争を第三次世界大戦と名付けるのであれば、先の2度の大戦よりはうまくいくのではないですかね。そうか、それでいい。では我々はこれより欧州の完全支配をもってイタリア帝国の完成とし、それを最終目標とする。大丈夫かな？さて、いよいよもって我々も目標を決めたわけですが、どうやって動いていくか。最終的にはアメリカと戦争するわけですが、いきなり戦争ふっかけても無謀ってやつですからね。そういうわけでとりあえずまずはさっき取り逃したカザフスタンを併合いたしました。さすがに雑すぎやしませんかね。いや別に何か苦戦するところでもないですし、併合までの流れも不自然なとこはないですから。ま、強いて言うならカザフスタンは資源埋蔵量がめちゃくちゃ豊富なので、そういう意味で旨味はありますね。この次ですが、アメリカと交わしていたお約束の最後の項目である、アフガン侵攻への協力、を行います。あれ、アメリカとはもう戦争するだけじゃなかったんですか？今更ご恩返しなんてしても。いやー、実はまだアメリカと仲良くする必要が。むしろこのためにわざわざ仲良くしてたまでありますよ。そう、我々はアフガン侵攻を条件に NATO へと一時的に加入できるわけです。さて、ここでわざわざ NATO への加入をする理由を説明させていただきます。ということで今回もご用意させていただきました。欧州地図です。で、緑の部分は我々の領土ですね。まあこれは特に関係ないんですけど。関係ない地図を載せないでください。重要なのはこっちの地図です。紫の部分は現在の欧州連合加盟国家となってます。欧州連合は基本的にどこかの国が攻撃を受けた時、お互い守り合うようにできてます。つまりこれらの国を攻撃すると全部の国と戦争になるわけですね。しかしこれにはトリックがあります。水色に塗られた部分は NATO 加盟国家なのですが、欧州連合の軍事同盟は NATO の軍事同盟よりゲーム内では格下とされているのです。どういうことですか？つまり、我々が NATO に加盟した後欧州連合加盟国家と戦争を開始すると、紫の国だけと戦うことができるのです。なるほど。これを利用して少しでも欧州国家を削ってしまおうということですか？そう、ご名答です。なんて裏はもちろんありませんので、軍事同盟に入れてください。ザッツ OK、ようこそ NATO へ。あれ、この大統領めっちゃちょろくね。いやー、こんなに簡単に交渉がうまくいっちゃうとはな。さすが俺。いやこれどうするんですか？とりあえずもう一度同盟参加申請でもしてみます。ザッツ OK、ようこそ NATO へ。ということで今回はここまで。次回は NATO とあーだこーだしてあーだこーだします。あーだこーだするんですか？ちなみにそろそろこのシリーズも佳境ですが、次のネタはすでに決まってます。Twitter では盛大にネタバレしてプロローグ公開してるので、良ければ Twitter のフォローもお願いします。そうやってまた露骨に誘導していく。まあ別にフォロワーが増えても私が得することはないんですが、単純に見てほしいだけです。ということで今回はここまで。皆様ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローなど励みになってます。高評価もいつもありがとうございます。